なんとバイブトラッカーに新型モデルが登場しました。さらに顔の動きをバーチャルで表現できるフェイシャルトラッカーが新登場。ちゃんと使い方知っておかないとニヤニヤフェイスが VR 空間でさらされてしまいますよ。今回は新情報を徹底解説していきますのでご安心ください。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。3月10日に HTC 社から驚きの新製品の情報がリリースされました。HTC 社といえばバルブ社と共同開発した HTC Vive や Vive Pro などの VR ヘッドセットが有名ですね。自分も Vive Pro 愛用しているんですけど、そんな HTC 社から HTC Vive 向けのモーションキャプチャーアクセサリーVive トラッカーの最新版と Vive フェイシャルトラッカーが発売されることになりました。フェイシャルトラッカーについてはこれまでなかった新製品で、なんと VR 空間で表情まで表現できるようになれるアイテムです。これまでは手軽に表情を取り込む手段はなかったと思うので、とても気になるアイテムだと思います。VR 空間のコミュニケーションにトラッキングというのは重要な要素でもありますので、知っておきたい情報ですよね。今回はこちらについてご紹介していきたいと思います。Vive トラッカーについておさらい。Vive トラッカーは 3.0 でどう進化したか、新登場フェイストラッカーの徹底解説、この順番で解説していきます。このチャンネルではいつも VR に関する情報をなるべく分かりやすくお届けしたり、 VR カメラで撮影した実際に VR で見れる動画をアップしたりしています。あとエンディング新しく作ってみたので10秒だけでもちょっと見てみてください。かなり中二病全開なので好き嫌い分かれるかもしれませんが、アドバイスあればいただけると嬉しいです。エンディングいいと思ったらグッドボタンとぜひチャンネル登録お願いしますね。はい、それでは本題なんですけど、まず Vive トラッカーについてです。Vive トラッカーは物や人間の体の動きを捉えて VR 空間のアバターや道具などに同じ動きをさせるための外部センサーです。Vive シリーズ向けの周辺機器でヘッドセットと連携して使用します。標準のヘッドセットだけでも体の動きを捉えることは可能ではあるんですが、ヘッドセットと付属のコントローラー2個分しか動きを捉えることができません。体の部位でいうと頭と両手のみになります。下半身の動きは正確に捉えることができないということですね。一応頭と両手の動きから下半身の動きを予測して動かすようなことは可能ですが、例えば歩行する動作の場合は単調な動きになってしまいます。また足を上げる動きや足を広げるような動きまでは捉えることができません。そこで必要になるのが追加のトラッキングポイントとなります。そのトラッキングポイントを作るためにこのトラッカーを使うというわけです。使い方としては肘とか腰とか膝とかつま先にトラッカーへの専用のベルトをくっつけて装着します。トラッカーの個数を増やすほど正確な動きが可能になるというイメージです。全身をトラッキングすることをフルボディトラッキングといって、フルトラとかよく言われているんですけど、それを実現するには6個から10個のトラッカーは必要になります。従来の Vive トラッカー2018は1個で1万2000円ぐらいするので、フルトラッキングするには10万円ぐらい必要になってきます。主に使用されるシーンとしては VR チャットとか VTuber ですね。トラッキングポイントが多くなれば多くなるほどリアルな動きをするアバターになっていきます。コミュニケーションの要素の一つとしてボディーランゲージという概念もあるぐらいですから、アバターであっても体の動きによって伝わる情報は大きく変わってくると思います。最近ではオリラジの中田敦彦さんが顔出しを引退して4月からアバターで活動すると宣言したというニュースもありましたし、今後アバターはさらに身近なものになってくると思います。そうなると生身の人間の動きをアバターにどう組み込むかっていうのはより重要になっていくのではないでしょうか。その他の使用用途としては VR 施設で使われていることも多くて、太鼓のバチや釣り竿の道具などに取り付けてその位置や動きを把握するために使われていることも多いです。自分はビートセーバーの複合現実の動画撮影するために使ったことがあります。トラッカーでカメラの位置を把握して現実の映像とゲーム内の映像を合成させています。業務用から個人向けまで幅広い用途があります。ちなみに現行の Vive トラッカー2018は2代目となっていて、中央のロゴが黒い初期バージョンがあります。そちらはベースステーション 1.0 にのみ対応していて 2.0 には対応していないものになっています。それでは Vive トラッカー 3.0 がどう進化したのか見ていきたいと思います。Vive トラッカー 3.0 の発売予定日は4月9日で、現在予約が開始されています。公式ページで購入できて、他にもつくもで販売ページがありました。
ただかなり人気なようで現在品切れ中です。公式ページでは一時在庫が復活していたことも確認されていたようなので、たまに確認してみるといいかもしれません。あとは B&H という海外の通販サイトがあるんですけど、そちらでも予約受付するようでした。このサイトは海外のカメラ系の通販で有名で、自分はここで VR のカメラを買ったことがあるのですが、実際に問題なく届いています。輸入することになりますけど、一つの手段として考慮してみるのもいいと思います。24日から予約受付開始となっています。海外なら他にも販売サイトはあるかもしれません。それでは今回発売されるバイブトラッカーバージョン 3.0 は従来のモデルと比較してどう進化したのか、まずは性能面を3つに分けて紹介したいと思います。1つは小型化です。新型トラッカーの寸法は 70.9mm×79.0mm×44.1mm となっています。従来のモデルより 33% も小型化されてスリムになりました。まさに手のひらサイズですね。体の部位に装着するときに小さい方が便利だったり、動いているときに壁などの障害物にぶつかりにくくなったりというメリットもあります。ポケットサイズだと持ち運びにも便利ですよね。小型化によって重さも変わりました。それが2つ目の軽量化です。従来モデルよりも 15% 軽量化されて重さは 75g となりました。このおかげで長時間のプレイでもより疲れにくくて少ないストレスで使えるようになっています。3つ目はバッテリー持続時間の延長です。従来モデルと比較して 75% も強化されて連続使用可能時間が7時間となりました。以前は4時間ほどでバッテリーが切れていたので、これは本当に大きな進化だと思います。ゲームプレイやライブ配信でもより長時間バッテリーを気にしなくて良くなります。飛躍的に性能がアップしたという印象はありませんけど、日常的に使っているユーザーからするとありがたいバージョンアップだなと思います。その他の細かい変更点もいくつかあります。まず接続端子がマイクロ USB から USB Type-C に変更になりました。それに伴ってデータ入力も Type-C でできるようになっています。ベースステーションは 1.0 と 2.0 両方で使用できます。そして唯一これだけが性能が落ちた部分なのですが、センサーの反応可能な角度が従来モデルは270度だったのに比べて 3.0 は240度になっています。 HTC のシニアディレクターのシェン・イエさんのツイートによると、ほとんどのユーザーはトラッキング範囲が180度で事足りていて、小型化とバッテリー寿命を伸ばすことを最も望んでいたので、センサー範囲を両側で15度ずつ削ったとありました。センサー範囲の縮小はそこまで大きくないですし、欠点になりそうにはないですね。そして価格です。価格は税込み 17,500 円です。従来のものは約 12,700 円ぐらいです。5000円近くも値上げしています。結構な値上げだなという印象ですけど、皆さんどう思いますか？とは言っても Twitter を見ていると買い替えを求める人も多いので、やはりこの性能アップは結構求められていたことなのかもしれません。ちなみにこれまでボディトラッキングできるデバイスはメジャーなものではバイブトラッカーしかなかったのですが、つい最近になってツンドラトラッカーというものも出てきました。こちらは3月29日からキックスターターでクラウドファンディングが開始される予定です。バイブトラッカー2018と比較すると、サイズは 60% 小さくなって、重さは 50% 軽くなって、消費電力を 50% に抑えているという高性能になった上で、さらに価格は1万円となるようです。トラッキング性能はどの程度差があるのか分かりませんが、これはなかなか強力な競合が現れたなという感じがしますよね。それでは次にバイブフェイシャルトラッカーについて徹底解説していきます。こちらは新登場の製品ということもあって大きな話題となっています。バイブフェイシャルトラッカーは顔の表情をアバター上に再現したい時に使うフェイシャルモーションキャプチャーです。形は車のフロントミラーのようで面白いなと思うんですけど、ヘッドセットに後付けで取り付ける外部キットとなっています。デュアルカメラが搭載されていて、顔から下半分のあらゆる動きをトラッキングします。しかも赤外線センサーのおかげで暗い場所でも顔の表情を正確にトラッキングできるという優れものになっています。
そして自然な動きの滑らかさを実現するべく 60Hz のトラッキングレートと6ミリ秒の低遅延となっていて、ほとんどタイムラグのないフェイストラッキングが可能となっています。トラッキングポイントとして38種類の動きを常時チェックします。これは顔下半分のほぼ全体をカバーしていることになります。対応機種は Vive Pro と Vive Pro I のみとなっています。両方ともフルセットで10万円以上する機種なので、フェイシャルトラッカーを使うだけにしても結構ハードルが高いなという印象です。ただクエスト2とかバルブインデックスとかで動作を試して実際に動いたという海外の VRYouTuber もいました。ミスティックルさんは 3D プリンターで作ったクエスト2用のアタッチメントを取り付けてフェイストラッカーの使用を試してみています。かなり大胆だなと思いますけど、それで実際動いたようです。これに対して先ほど話にも出たシェンエさんは自己責任でお願いしますということでした。Vive Pro シリーズで使うことを前提に正確な位置が設計されているということなので、クエスト2などでは元々のパフォーマンスを発揮できない可能性はありますね。Vive Pro にフェイシャルトラッカーをつける場合は、ここの後ろのここにはめ込んで取り付けるようです。そして Vive Pro I の方ではアイトラッキングが搭載されているので、目と顔下半分が取り込みできたらかなり忠実な表情が再現できそうですよね。フェイシャルトラッカーが対応しているアプリは今のところ分かっているものだとバーチャルキャストと NEOSVR のみです。VR チャットにも今後対応してくることを期待したいところです。具体的にどんな場面で活躍するか皆さん想像を膨らましてみてほしいんですけど、口元がリアルに動くとなれば VR チャットで可愛いアバターを見ている時ににやけた顔がバレてしまいますよ。逆にそこまで感情が伝わらないことが VR の良さだという人もいると思うので、コミュニケーションの向上だけがいいかというとそうでもない気もしますね。それからバーチャルキスとか流行ったりするかもしれませんね。発売日は Vive Tracker 3.0 と同じく4月9日です。価格も同じで 17,500 円となっています。Vive Tracker は何個か必要な場合があることを考えると、これ一つで OK なフェイシャルトラッカーは割安感な感じありますね。その他分かっているスペックは重量が 129g、接続は Type-C ということです。自分もたまたま Vive Pro ですぐに使える環境にあったので予約してみました。届いたら使用感とかレビューしたいと思います。クエスト2で使えるかも試してみたいですね。そしてフェイストラッキングの話題に関連した話があるんですけど、つい先週にオキュラスクエスト3についてマーク・ザッカーバーグ氏がコメントした内容についてです。その中で未来のバージョンにアイトラッキングとフェイストラッキングが実装されることを期待していると説明していました。今回のフェイストラッカーといい、各社 VR 上でのコミュニケーションの質を向上させるような方向性も出てきているなと感じます。それだけ VR 上でのコミュニケーションが重要になってきているのかもしれませんね。今回の動画のポイントをまとめます。Vive Tracker 3.0 は従来のモデルよりも小型化と軽量化がされていて、さらに使用可能時間まで延長したということでした。トラッキング範囲の縮小化や価格の上昇などマイナスポイントもありますけど、日常的に使う場合は購入もありだと思います。フェイシャルトラッカーは Vive Pro と Vive Pro I に対応していて、顔下半分の38種類の動きをトラッキングするという最新デバイスでした。今後 VR 上でのコミュニケーションがどう進化していくのか気になるところですね。途中お話した Vive トラッカーを使った複合現実でビートセーバーがどんな動画になるのか気になった方はこちらの動画を見てみてください。今後も VR に関する最新情報の他にも面白そうな話題について今後も積極的に発信していきます。もし気になる方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。また最新情報については Twitter の方がいち早く更新しているので、そちらも概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。